皆さんこんにちは。食堂朝ごはんの中江里香です。今日は野菜たっぷりで美味しい和食の作り置きおかず7品を紹介します。電子レンジを使ったり少ない調味料で手軽にできるものばかりなので、時間がない時にもおすすめの作り置きです。今日は仕上げにオリーブオイルをかけることでとっても美味しくなるレシピにしてあるので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。まず最初に作るのは塩だれトマトです。まずはタレの用意をします。小さな耐熱容器に調味料を混ぜ合わせます。鶏ガラスープの素小さじ2、酒大さじ1、みりん大さじ1、おろしにんにく小さじ1/2を加えて混ぜます。そうしたら電子レンジに入れて600ワットで40秒ほど加熱します。ラップはしなくて大丈夫です。次にトマトを切ります。トマトは8等分のくし切りにします。まずは半分に切ってヘタの部分を包丁で取り除きます。切ったらボウルに入れて、さっき作ったタレも加えて混ぜます。少し時間を置くと味が馴染んでさらに美味しくなります。次は私が最近よく作ってる蒸しナスの薬味漬けを作ります。これは電子レンジで簡単にできるレシピなのでとってもおすすめです。まずナスは包丁でヘタを取り除きます。そうしたら包丁で皮に縦に切り込みを入れます。こうすると火の通りが良くなるのと、後で切り分けやすくなります。そうしたら耐熱容器に入れてラップをして電子レンジで4分ほど加熱します。加熱している間に漬け汁の用意をします。まずはみょうがを切ります。みょうがは小口切りにします。ネギも小口切りにします。生姜はみじん切りにします。まず薄切りにしてから端から刻んでいきます。
そしたら向きを変えて端から刻んでいくとみじん切りになります。これをすべてボウルに入れて他の調味料も加えます。調味料は醤油大さじ1、味噌小さじ1、酢大さじ1半、砂糖大さじ1、水大さじ2、白いりごま大さじ1です。レンジで加熱した蒸しナスは手で縦に裂いていきます。この時とっても熱くなっているのでやけどしないように注意してください。少し時間を置いて冷ますか、時間がない時はさっと冷水にさらして冷ましてもいいです。その時は水気をよくキッチンペーパーで拭いてください。そうしたらナスは長さを包丁で半分に切ります。そしてさっき混ぜておいたタレの中に入れて混ぜ合わせます。というわけでナスの薬味漬けはこれで出来上がりです。他にニンニクのみじん切りとか唐辛子など加えても美味しいのでぜひやってみてください。次に作るのはきゅうりと生姜とわかめの酢の物です。生姜をたっぷり使ったとっても爽やかな酢の物です。最初にわかめは水で戻しておきます。きゅうりは2本を薄切りにします。そうしたらきゅうりをボウルに入れて塩小さじ1/2を振って手で揉み込みます。このまま水気が出てくるまで5分ほど置いておきます。そうしたらざるにあげて水気をぎゅっと絞ります。わかめも水気を切っておきます。そうしたら生姜を千切りにします。まず薄切りにしてから端から細く刻みます。今日はたっぷり生姜を使ってるんですけど、もし苦手な方は少なめにしても大丈夫です。そうしたらボウルに調味料を混ぜます。酢大さじ2、砂糖大さじ1と1/3、醤油小さじ1です。ちなみに新生姜の季節は同じようにたっぷりの新生姜を入れて作ってもとっても美味しいのでぜひやってみてください。次は小松菜の煮浸しを作ります。まずは小松菜の根元を包丁で切り落とします。切ってみると少しまだ根元に汚れが溜まっていることがあるので、もう一度水でよく洗っておきます。それから5センチぐらいの長さに切ります。そして小松菜をフライパンに入れて調味料も加えます。調味料は水1/2カップ、醤油大さじ1、みりん大さじ1です。今日は入れ忘れちゃったんですけど、鰹節もここで加えます。調味料を加えたらさっと混ぜてから蓋をして火にかけます。加減は最初は中火でグツグツいってきたら弱火にします。
3分加熱したら蓋を取ってさっとお箸で混ぜます。これで出来上がりです。次に作るのは玉ねぎと豚しゃぶのポン酢和えです。最初に豚しゃぶを茹でるためのお湯を沸かしておきます。そうしたら玉ねぎを薄切りにします。切ったらボウルに入れて水にさらして辛みを抜きます。お湯が沸いたらお酒を少し加えます。そして豚しゃぶ肉を入れて茹でます。お肉を入れるときはお湯はあんまり沸騰させすぎないようにするのがポイントです。お酒もお湯に一緒に加えることでお肉が柔らかになる効果があります。お肉の色が変わったらボウルにあげて冷ましておきます。そうしたら玉ねぎをざるにあげて水気を切ります。玉ねぎの辛みが苦手な方はここでもう一度流水で玉ねぎをぎゅっと揉み洗いしておくと辛みが抜けやすいです。そうしたらボウルに調味料を混ぜます。ポン酢大さじ3、砂糖小さじ1/2です。そうして豚しゃぶ肉と玉ねぎも加えて混ぜて完成です。次に作るのは鮭と切り干し大根の南蛮漬けです。まずはボウルに漬け汁の材料を混ぜ合わせます。だし汁1カップ、醤油大さじ3、酢大さじ3、みりん大さじ3、唐辛子小さじ1を混ぜて水で戻しておいた切り干し大根も加えます。次に鮭を切ります。鮭は一口大の大きさになるようにそぎ切りにします。切ったら片栗粉を両面にまぶします。そうしたらフライパンに油をひいて鮭を並べて両面焼いていきます。両面に焼き色がつくまで焼いたらさっきの漬け汁の入ったボウルに移します。鮭が熱々のうちに漬けておくと味がよく染み込みます。そうしたら保存容器に移して出来上がりです。
次に作るのは鶏胸肉とごぼうのピリ辛煮です。まずごぼうは乱切りにします。こんにゃくは手で食べやすい大きさにちぎります。手でちぎることで断面が大きくなって味がよく染み込みます。鶏胸肉は少し小さめの一口大に切っておきます。さっきのこんにゃくと同じぐらいの大きさにするといいです。そうしたら鍋にこんにゃくを入れて炒めます。まだ油は引かなくて大丈夫です。こんにゃくの水分が飛んでくるとキュルキュル音が鳴ってくるので、そうしたら油を加えてごぼうと鶏肉も加えて炒めます。だいたい油が全体になじんだところで煮汁の材料を加えます。水1カップ、醤油大さじ2、砂糖大さじ2、酒大さじ3、輪切り唐辛子小さじ1です。アクが出てきたら網ですくい取ってください。そうしたら汁気が少なくなるまで中火で煮て完成です。今日は昨日作っておいた作り置きがあるので、それをお皿に盛り付けて食べようと思います。まずはお盆の上にお皿を用意します。今日の箸置きはうさぎにしました。いろいろ作り置きは作ったんですけど、今日食べるのは塩だれトマトとレンジの蒸しナスの薬味漬けときゅうりとわかめの酢の物、それから鮭と切り干し大根の南蛮漬けを食べます。
ご飯は朝炊いたのがあるので、それを盛り付けて電子レンジで温めました。今日はさらに料理を美味しくするためにこのオリーブオイルをかけます。オリーブオイルってパスタやマリネなどサラダのイメージが強いと思うんですが、この味の素オリーブオイルは意外に和食にもとっても合うんです。一かけするだけでいつもの料理がとっても美味しくなるので、ぜひ試してみてほしいです。料理の味が何か物足りないなと思った時って塩や醤油をかけがちかもしれないんですが、ぜひオイルをかけるのもやってみてください。料理の味付けを邪魔することなく簡単に美味しくなります。紙パックなのでとっても軽くて注ぎやすいのもポイントです。塩や醤油などと同じように食卓に置いておくのもおすすめです。商品については概要欄に詳しく記載していますので、気になる方はぜひご覧ください。それではご視聴いただきありがとうございました。